はい、どうもこんにちは。飛行機好きチャンネルのゆうです。今日もですね、ウクライナ情勢をお届けいたします。先日のですね、ロシアの旅客機仮パク問題の続報でございます。ロシアはですね、もう後戻りできないところまで来てしまったなというふうに感じております。戦争によって民間の方がたくさん犠牲になっています。一刻も早く平和が訪れることを願っております。今日はですね、こちらのニュースについて取り上げます。このニュースですね、皆さんご覧になったでしょうか。ロシアが仮パクを合法化したというニュースでございます。結論最初に申し上げます。これによってロシアは今後行けない国になってしまうということがですね、考えられます。今日はですね、その内容をご説明いたします。この動画をご覧いただくと、このニュースがより深く理解できるのと、今後どのようなことが懸念されるのかということがご理解いただけると思います。このチャンネルでは飛行機や航空全般について学べる動画を発信しております。ぜひ気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。今日はですね、こちらの内容ですね。まずは状況整理をさせていただきます。ニュースの紹介ですね。で、その次にですね、そのニュースの中に出てくる台風証明ということについてご紹介します。そして最後にですね、今後どのようなことが懸念されるかということをご説明いたします。それではやってみましょう。まずはですね、ニュースのおさらいです。乗り物ニュースの記事でございます。このニュースによりますと、ロシアの国営通信社イタルタス通信は2022年3月14日月曜日、日本や欧州各国のリース会社が保有し、それをロシアの航空会社が借り運航する旅客機リース機をロシア籍として国有化し登録する法律にプーチン大統領が署名したと公開しました。これでですね、世界で混乱と反感を買っている通称ロシアの旅客機の仮パク問題が少なくともロシア国内では正式に合法化されたことになりますということです。合わせてですね、後半にはこのようなことが記載されていました。イタルタス通信によると、今回はロシア航空法の改正及びその他いくつかの立法を実施。これでロシアの航空会社はこれらのリース機を国内線で運航する機会を有したとのことです。なお、新たにロシアの民間航空機が国内の対空証明を発行できる法律も制定されますということでございます。まずですね、皆さんこのニュースはどのようにご覧になりますでしょうか。ちょっとですね、かなり強引なことをやっているなということはですね、明らかだと思います。前半の国有化ということはある程度わかると思うんですが、後半のですね、対空証明のお話は少しわかりにくいかなと感じましたので、解説をさせていただきます。はい、それではですね、対空証明について解説いたします。後半のロシアの民間航空機が国内の対空証明を発行できる法律も制定されるというところですね。まずですね、対空証明ということなんですけれども、この対空証明というのはですね、航空機が次の3つの基準を満たしているということをですね、証明するものになります。その3つというのはですね、まず1つは安全性、航空機の強度や構造及びその性能ですね、それらがある基準を満たしていることを証明します。で、続いて2つ目はその騒音ですね。そして3つ目はそのエンジンから排出されるもの、それらが基準を満たしているということを証明する形になります。こちらはですね、自動車でいうと車検というようなイメージで大丈夫でございます。こちらは基本的には所属する国の当局、日本でいうと国土交通省が発行するものです。で、ロシアの場合はですね、航空機の多くがロシア自身ではですね、対空証明を持っておらずに、イギリス領のバーミューダというところで取っていたそうです。これはですね、税金の絡みでよくやられていることだそうなのですが、ただですね、今回の経済制裁でこのバーミューダが対空証明の有効性を停止しますということを発表しました。そこでですね、ロシアはじゃあということで自国にその籍を移してですね、自分の国で対空証明を出すということをすることにしたそうですね。このロシアの航空機というのは以前の動画でも取り上げましたけれども、多くはリース機でございまして、リース会社がバーミューダで登録していた、もしくは対空証明を取得していたものに対して、それをですね、自国籍に無理やり持ってきてですね、それを自分の国で対空証明を発行するということをしているということでございます。まあですね、そういうふうに説明するとですね、かなり強引だということはお分かりいただけるんじゃないかなと思います。したがってですね、今後何が起こるかということをですね、最後にご紹介しておきます。これによって何が考えられるかということでございますけれども、これまでの動画にコメント欄で書いていただいた方もいっぱいいらっしゃったんですが、ロシアの航空機の品質の悪化ということが懸念されます。かつですね、それに手を打たないロシアの航空局という形の構図になりますので、そうなるとですね、国際社会として黙っているわけにはいかないという状況になると思います。
そこでですね出てくるのがICAOという組織でございまして、そのICAOがですね SSC と呼ばれるですね懸念を表明するのではないかということも考えられます。そちらをですねご説明いたします。まずですねこのICAOというのは国際民間航空機関と呼ばれるもので、各国の政府で作る機関、航空機関でございます。似たようなものに IATA と呼ばれるものもあるんですが、そちらはですね国際航空運送協会と呼ばれるもので、そちらは航空業界のですね業界団体になります。そちらは航空会社が所属する形になります。で、一方で今ご紹介した ICAO に関しては各国政府になりますので、ICAO の方がですね国単位の決め事をしているというのはですねご理解いただけると思います。そのICAOがですね各国の航空局がきちんと機能しているかということをですね審査する機能があるんですけれども、その機能によってですね重大な懸念があるというふうにされますと SSC というものを出します。その SSC というのはですねSignificant Safety Concern というものでございまして、今でもですねそれが出されている国というのはございます。で、それが出されるとですねかなり大きな制約を受けます。具体的にはですねそこの国に対して新規の就航をすることができなくなったり、新たに便を増やすことができなくなったりします。既存のですね便に関しては、通常通り運航できるんですけれども、それが出るということに対する航空業界のインパクトというのはですねかなり大きいものになります。今回のですねウクライナ侵攻で、ロシアはですねかなり国家としての信頼をですね、失ってしまったというふうに私は考えていますので、今後ですねICAOによって、SSC は出なくてもですね何か声明が出た時に、各国がですねかなりロシアに対して渡航を制限するような状況になるんではないかというふうに考えられます。したがってそういった事態になると、さらにロシアがですねどんどん孤立していく形になりますので、そうなる前にですね事態が打開の方向に向かうことを願っております。はい、以上でございます。いかがだったでしょうか。今日はですねロシアが仮パクを合法化したというニュースについて解説いたしました。まずはですねそのニュースをご紹介した後に、その分かりにくいところですね対空証明についてご紹介して、今後どのようなことが懸念されますかということをご説明いたしました。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後もですねこういった時事の解説は続けていきたいと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。